シメディ、こんばんは。よろしくお願いします。シメディ、音楽は聞こえますが、声が聞こえないです。お花、こんばんは。よろしくお願いします。シメディ、ドロさんの声はまだ聞こえないですね。USB？ あれ？なんでマイクはこうなってるんだ？シメディ、聞こえました。いや、あれ？入った。いやー、入った。焦ったー。いや、久しぶりにシメディ、あれ、なんでマイクがこうなってるんだ、が聞こえました。今ね、そう、接続不良だったかもしれないです。あるんですよね、これが。準備不足だっていうのをちょっと言い訳してたら、結局は3分遅れのスタートになりました。もう100回以上ライブやってるのに、ダメですね。入った。カセッターも聞こえました。もう OK ですね。お花、ゾロの声聞こえました。いつまで初心者なんですかね、本当に。すいません、ありがとうございます。では、参りますね。そう、しめじさんの心配をしていたのに、ずっと、勝手に相変わらず自分の心配しなきゃダメですね。はい。音声チェックしてたんですけど、最後、マイクのとこだけ確認不足でしたね。いやー、はい。というわけで、今からね、早速始めたいと思います。あれですね。昨日とか寒かったですけど、皆さんのところはいかがでしたか？交通渋滞とか、大丈夫でした？お花さん東京ですもんね。僕のところ名古屋からちょっと離れたところに鈴鹿の山が、三重の鈴鹿の山があって、昨日のこの時間ぐらいにまだ名神高速道のちょうど鈴鹿の山のところ。シメディ、ね。寒かったです。そうですよね。寒かったですよね。鈴鹿の山のところがなんか新名神か。止まってたみたいで、ニュースでちょうどこの時間、やってましたね。もうさすがに良かったと思うんですけど、昨日も夜、寒くって、はい。久しぶりにうち、エアコンなんですけど、僕。でエアコンつけちゃうと、全部の電力が小さいもんですから。シメディ、ドロさんのワイプが静止画になってますね。ちょっと待ってくださいね。
今度はカメラがおかしい。あ、本当だ。ちょっと待ってください。今度カメラがおかしいですね。ちょっと待ってくださいね。今度カメラが USB。これでどうだ？これでどうだ？お花、寒かったです。雪は降らなかったです。あ、そうですね。はい。今度 USB がおかしいのか、もう、今度カメラの USB が壊れましたね。そう、ここの後ろにあるこのエアコンがですね、シメディ、ワイプも復活しました。今日、めちゃくちゃですね。もうライブどころじゃなくなってます。エアコンがこう、ヒューズじゃないですけど、ブレーカーが飛んじゃうので、で、僕は前に言ったように、足元に、シメディ、久々にめちゃくちゃ W。はい。ずっと順調だったんですけどね。ライブならではですね。いや、焦りますよ、本当に。音声と映像。前はインターネットがくちゃくちゃだったので、もうインターネットはね、そうそう、インターネットは、どうやら Google Chrome を使うんじゃなくて、Microsoft Edge を使うと、僕の場合は写真結構使ったりとか、動画流したりするので、コンピューターが負荷かからないっていうことが分かって、最近はちょっといろいろいじくっております。うん。何の話してたか分かんないですね。あれです、なんだっけ。寒さの話をしてました。そうそうそう。で、結局、ズボンを2枚履いて、昨日はね、寝ました。久々ですね。部屋の中が、セラミックファンヒーターだけでやってて、10度いかなかったですもんね。シメディ、トヨタの社長交代ネタでした。そう。本当はね、これを言いたかったんですけど、佐藤さんになったっていうことでね。はい。トヨタもずっと、あれですね、トヨタ自動車だから、トヨタさんがずっと代々やってたんですよ。僕のもう亡くなったんですけど、おじいさんが102歳で亡くなったんですけど、もう3年前かな、じいさん亡くなったのが。で、じいさんはトヨタ自動車に勤めていて、昭和20年、違うな、戦後だから昭和25年くらい戦争から戻ってきて、トヨタ自動車で働いてたんですね。もう代々トヨタの人というか。で、だからトヨタ秋夫さんの前になるのかな？その方もトヨタだったんですよ。名前が、おじいさんに当たる人かな？2代ですもんね。だから、代々ね、トヨタ自動車ってね、トヨタ社長だったはずなんですよ。で、ついに、変な話、そのトヨタっていう名前から、もう本当にこのトヨタ自動車がそのトヨタさんじゃなくって、違う、佐藤さんですけどね、トヨタっていう名字じゃない方が社長になられたっていうことをね、ちょっと言いたかったですけどね。はい。地元ネタじゃないですけどね。はい。もうトヨタはずっと僕ね、プリウスも今乗ってますし、ずっとトヨタ乗ってますね。あんまり一時期、ちょっと外車に浮気した時もありましたけど、ほとんどトヨタですね。前、言いましたっけ86トレノっていうの乗ってたっていうのは。実際、ね。シメディ、明日の株価がどうなるか。そうですね。期待されるんかどうかですね。はい。はい。ということで、いろいろこうネタが書いてあるんですけど、これ Google の方でね、こんな風に、載ってますけどね。はい。ということで、早速ですけど、今日も内容盛りだくさんでお送りするわけなんですが、その内容盛りだくさんというのが、こちらですね。はい。まずこれ聞いたことありますか？証券外務員と言います。これ、どうです？お花さん、しめじいさんってこの名前ってなんか、聞いたことあるとか、
どうでしょうか。まずそこからちょっとお聞きしようかなと思うんですけども。はい。そういえば今日は、ちののめさんはきっとあれだよな。シメディ、すみ夜ません。勤だよな。わかりません。あ、知らないんですね。はいはいはい。お花さんとかはどうです？聞いたことありますか？と、お花さんがなんか別のことやってる間聞いにたこと大丈夫ね。なです。あ、そうなんですね。皆さん、そうなんですね。僕はですね、ポストプライムの、一番ユーザーさんが多い人、なんていう人だったかな？投資ごっこさんって名前だったかな？なんか一時期名前変えましたよね。去年かなんか。その投資ごっこさんだったと思うんですけど、高橋ダンさんのとこの SNS の。この方が、シメディ、ごっこさんですか？ごっこさんって言うんですね。そう。この方が、証券外務員を、1種か2種かどちらかを持ってらっしゃったっていうのは、プロフィール見て、知りました。昔ね。で、その時に、証券外務員ってなんだろうなと思ってちょっと調べた時があって、昔。で、いろいろ調べたら、シメディ、はい投資ごっこさんはコスプラでは有名ですね。そうですね。はい。そうそう。で、いろいろ分かってきたことがあって、で、今日は、その証券外務員っていうものの資格っていうのが一体どんなものか。それから内容。で、最終的には問題を見たりとかいろいろして、この土曜日今やってるじゃないですか。ファイナンシャルプランナー講座。これに続きじゃないですけど、まあ今ちょうどファイナンシャルプランナーの3級から進めていくんですが、その終わった後、これをやった方がいいかどうかっていうのをちょっとね、いろいろ検討してみようかなっていう、まあ今回そんな回ですね。まあマニアックなのかどうかっていうのもあると思うんですけどね。はい。今日はこの証券外務員についてね、一緒に学んでいけたらなと思っております。で、木曜日の方は、11時半ちょっと過ぎて落ち着いたところでね、トレードの、こともね、話していきたいなと思っております。で、最近トレードのことで、こちらの24時間ライブで、アラートのチャートの方、で、僕SBI 証券はいつも使ってるんですけども、チャートツールで、楽天証券の、これ出した方がいいかな？楽天証券スピードマーケット2。これですね。映像あるかな？ありますか？ちょっとガガガッと見えますね。ちょっと見にくいかもしれないですけど。今ちょっと出したのがですね、24時間ライブの、ここの、アラートライブで出している新しいツールで、楽天証券のスピードマーケット2という、まあ、コンテンツです。で、これがですね、ヒートマップっていうのがあるんですけど、ヒートマップがすごく見やすくって、で、とても、多岐にわたったヒートマップ。いつもほら、僕の顔が真っ赤になるやつね。アメリカの株の。で、昼間は、日本株中心のヒートマップが出せそうで、今実験してるんですけど、夜は、米国とかの、マーケットを出せそうなので、ぜひね、なかなかこれ、楽天証券のスピードマーケットは、楽天証券の口座がないと、できない代物です。で、今、ちょうど他の、24時間ライブでやっているやつは、GMO クリック証券の、プラチナチャートっていうのを、ちょっと出しております。これちょっと、見にくいかもしれないですけど、FX とか CFD をやるなら、まあ、GMO クリック証券か IG 証券だと思うんですが、そのプラチナチャート自体はちょっと表示で、FX とか見やすかったので採用しております。で、今回こちらの楽天で、
SBI のね、ハイパワーなんとかっていうツールがあるんですけど、これはね、まずちょっと僕使いこなしにくかったので、表記積み立てはやってるんですけども、トレードとしてちょっと表示するのはまだ自分では使いこなせなかったので、まず楽天の方のね、ヒートマップの方をまた、24時間ライブとかでいろいろアラートでね、見ていただけたら嬉しいなと思います。まあ一応こんなのを使ってますよっていう話でした。はい。それではですね、まあお金の話また、トレードで続けていきたいと思うんですけども、早速なんですが、こちらの、まずですね、これですね。買いました。こういうやつ。これ、どこのだろう。PAC 出版って多分、タックってこれよく聞くやつですね。資格取得の、とこの、そっちにもあるかな。すっきりわかる。あるか。この写真ですっきりわかる外務、証券外務員一種ってやつですね。これを買いました。で、もう一個、ちょっと最初わからなかったので、ここに書いてある、特別会員って書いてあるんですよ、ここに。特別会員、証券外務員っていうのがありました。もうこれ、最初、これ買った時にこれ見やすいなと思ったんですけど、ちょっと待てよと。特別会員って書いてあるからこれ何のことかなと思って、またこれも調べて、どうやらちょっと、正会員と特別会員っていうのがあるらしくて、これも調べながら、結論としては、こちらの、正会員の方でやった方がいいよみたいなことだったんですけどね。はい。じゃあ、ここの方からちょっとね、話を進めていきたいなと思います。かなりマニアック。そうそう。あと YouTube を出したんですよ。この証券外務員で出しました。いや、あんまり出てこないですね、これ。はい。で、分かったことは、この YouTube で証券外務員で出して分かったことなんですけど、銀行の方が、とか証券会社に入る方が、アドバイスをするときに持ってた方がいいよっていうことで、この証券外務員の2種かなを持っていることが多いのではないかっていうことが分かりました。これ見てるとね。まずね、証券会社と銀行員。銀行員は必須かどうか分かんないですけどね。で、この中に YouTube でもちらほら出てるのは大学生の方が勉強して資格を取るよっていうことは書いてあります。どちらかというとみんな短期間で資格を取りたいっていうことらしいですけど、僕らの場合ってほら中高年、僕もね、中高年として、僕別に銀行員でもないので、資格を取るっていうことも一応目標だけど、この勉強の内容についてね、興味がある。ので、どっちかというと資格、短期で合格したいっていう感じではないっていうかね。僕はね、そう思っております。はい。楽しめるかどうかが大事ですよね。資格だって。はい。それではね、YouTube の方はなかなか出てこないっていうことで、いい YouTuber さんがちょっといなかったので、この証券外務員についてね。追ってこの本の中に書いてあることをちょっと説明をしていきたいなと思います。はい。じゃあ、ちょっとここから見ていきますよ。見えますかね？はい。受験生のあらゆる疑問にお答えします。証券外務員を徹底解剖ということで、この本の中身、ちょっと抜粋しております。証券外務員とは、金融商品の勧誘や販売に必要な証券外務員。証券外務員とは、証券会社や銀行など金融商品取引業者に所属し、ね、お客さんに有価証券など金融商品の勧誘や販売をするために持っていなければならない資格です。ね。ということは、だから証券会社さんとか銀行の方が、お客様にこう商品を進めるときに、こういう資格を持ってますよっていうことで進めるわけですね。だ
だから僕らもあるじゃないですか。YouTube でこうやってこの商品はいいですよって。本当は、ポストプライムでもちょっとなんか話があったかもしれないですけど、こういう資格を持ってない人が、こう、金融商品の勧誘や販売するのって、法律ギリギリかもしれないですけど、なかなかこう難しいんですよね。はい。まあそういうことがあるらしいです。で、金融商品っていうのは、ここにありますように、株式、債券、投資信託とかね、などがあるということになります。ちょっと下の方見ますね。証券外務員の資格を取得した後、日本証券業協会の外務員登録原簿へ登録するなど、外務員としての活躍することができますということですね。合格すると登録されますよと。はい。で、証券外務員としての金融商品の勧誘や販売をすることができますということですね。もうなんか本当実務的な資格ですよね。うん。例えばじゃあ僕が取ったらどうするのかって、僕別に銀行で働いてても証券会社で働いてるわけでもないですけど、でも、もし自分が持ったとしたら、こうやって YouTube でも発信してるわけじゃないですか。お金の勉強であったり、まあ、株式だかトレードも話してるじゃないですか。なので、やっぱり、あるかないかでも、ちょっと信用にもつながるのではないかな、なんては思ってます。ただ自分でね、トレーダーっていうより、こういった証券外務員持ってますよっていうことだと、やっぱちょっと違うのかな、なんて思いますね。はい。はい。じゃあ次行きますね。はい。お花、外務員、店にいる人と違う。多分、店にいる人も持っているんじゃないですかね。持ってない人もいるのかな。店って言うと変ですけど、銀行の、証券会社とかでこう、商品を売っている人とかは、ちゃんとなんか、あるんですかね、こういう風に、こう。書いてありますよ、これ。ちょっと読みますね、これ。証券外務員が所属する金融商品取引業者等は、主に日本証券業協会の正会員である証券会社、金融商品取引者と特別会員である銀行や生命保険会社などの登録金融機関がありますと。はい。で、ここに、日本証券業界があって、会員という方が証券会社、大手証券。で、証券会社からなる金融商品取引業者には CM などで目にする大手証券会社のほか、準大手証券会社、中堅証券会社など、地域に根ざしたネット証券とか地場証券の会社があります。で、これが会員さんですね。で、特別会員っていう方がどうも銀行とか生命保険会社などが特別会員なんだ。そういうことね。テキストが同じだったけど、こっちが銀行と生命保険会社、こっちが証券会社で分かれてるんですね。会員と特別会員が。で、特定業務会員っていうのが金融商品取引業者って言って、一部の証券会社のみが行う会員ということらしいですね。で、所属した人たちが、これ私は現物取引ですよって言って、これ2種の人が現物取引。で、1種がどうやらオプションとか先物とか信用取引の方が1種。なんかタクシー、あれですね、タクシーの運転手と逆ですね。普通免許って1種ですよね。で、2種だとタクシーとか乗れるんですよね。この証券外務員の場合逆ですね。1種の方が全てのことができるんですね。ということですね。で、こちらが証券会社の役割。からこちらが、特別会員の2種の方は、投資信託とか、現物で、扱える。あ、こっちも同じだな。オプション取引もできますよっていうことですね。あ、同じですね。これ、1種も2種も。こっち変わんないですね。会員も特別会員も、内容は。はい。ということで、1種と2種がありますよということでした。
こっち、銀行などで債券や投資信託などを売るときに、特別会員、外務員、資格が必要になります。ということですね。うん。ということ。本当になんか証券会社、銀行や生命保険会社の方が販売するときに、ほとんどの方がこういうのを持ってらっしゃるってことですよね。はい。でも他にもいろいろありましたよ。また後で言いますね。はい。見えますかね。ちょっと切れてるかもしれないですけど。はい。証券。お花、必要なのですね。ぽいですね。はい。証券外務員の業務とあります。証券外務員の4つありますと。新規発行証券を取り扱うか。なるほどね。外発行証券を取り扱うか。証券会社が責任を取るか。仲介するだけか。お客さんが誰かによって様々な業務を行っています。1番。なんだこれ、引き受け。アンダーライターって言いますね。どういうこと？新しく株を発行します。すでにこっち売りたい株を、発行した株を売りたいです。証券会社がそれを株を引き受けます。投資家に販売します。一つ目は、引き受け、アンダーライターで、募集や売り出しにより発行された株式等の投資家への販売を証券会社が引き受けることです。ということですね。はあ、なるほどね。引き受けと言いますね。1番目が。で、2番目、募集、売り出し、セリングと言います。今度は、新しく株を発行して、で、すでに売りたい株もあって、で、証券会社でそれを委託して、投資家に勧誘する。引き受けと似ているけど、こちらは売れ残っても引き取らなくても OK。引き受けっていうのは、売れ残った分が証券会社から引き取らないといけないんだ、これ。引き受けっていうのは。で、委託っていうのは、売れ残っても大丈夫ってことね。この違いがあるんですね。引き受けと募集、セリングってそう違うんですね。これちょっと引き受け、やばいっすね、これ。売れ残った分、証券会社が引き取らなきゃいけない。大変ですね、これ。はい。二つ目のセリングは、企業が新しく株式を発行するときに委託されて、その株式の売却をする業務ね。売り出しはすでに発行された株式につき、企業から委託され、株式の売却を行う業務ですということですね。委託されて販売するから、まだ気楽なのかな、こっちの方が。という、まず二つ。それから、三つ目。三つ目が、ブローギングって言います。委託販売。ちょっと見ますね。投資家が注文して、証券会社が仲介して、この株欲しいな。この株売りたい。これで売買成立させると。で、代わりに私が注文しますよっていうことで、なんか投資信託に似てるのかな？証券取引所の方で、証券会社が代わって注文するということをブローキングと言います。で、手数料もらうんですね。ネット証券はこれがメインって書いてありますね。取引手数料をもらうことができる。ネット証券はこれがメイン。だから SBI 証券とかそういうネット銀行は、お客さんから注文を受けた場合、そのSBI 銀行が代わりに取引所のところで仕事をするっていうことですね。だから絶対持ってなきゃいけないですね、これ。証券会社の人は。パソコンいじってるわけだから。三つ目の、委託販売、ブローキング、いわゆるブローカーです。株式を売却したい投資家に対して仲介し、その取引にかかる手数料をもらう業務です。なるほど。はい。ということ、ブローキングですね。
それから4番、自己売買。ディーリングって言うんですね。お、株が上がったぞ。おう。有価証券、これ市場も活性化して有価証券の売買をすると。それから、最近この業務は少なくなってるよって書いてあるんですね。リザヤ。スプレッドみたいなやつかなこれ。売値と買い値の差額が出る利益のこと。リザヤ。スプレッドとも言いますよね。はい。最後は、自己売買。ディーリングです。証券会社が自社の資金を使って株式を運用することで利益、利ザヤを得る業務です。最近ではこの業務は少なくなってるよって言います。ということで、この4つの業務があるよってこと。もうもろにあれですね。証券会社のなんか業務をするときに、免許がない人がやっちゃいけないから、ってことですよね。なんか、証券会社の業務ですね、これ、もろに。普通の人がこれ、取らないのかな、これ。すごいな、これ。この資格。普通はあれですよね、きっと。なんか今聞いてて思うのが、証券会社に入社するから、こういう免許取らないと、そういうアドバイスができないよっていう感じですよね。逆に言うと素人の人が、取って、もう、活かせられ、業務ができないですよね。証券会社に入らなきゃ、こんなこと。はい。なんかそういう感じがしてきました。次行きますね。他の、今のこの証券外務員とこの金融系資格は何が違うのっていうことで、そう、本とかにも、本棚本屋さんのね、ありましたね、この、証券アナリストってありました。これよく聞くやつですよね、テレビ東京とかのほら、モーサテとかで、とかいろいろ聞きますよね。アナリストが予想したなんとかは、とか。で、証券アナリストの方ですけども、株や債券などにつき、証券アナリストが分析し、レポートを提供するっていうイメージです。証券アナリストは、情報の分析と、投資価値の評価を行い、投資助言や投資管理サービスを提供します。ありますね、よくアナリスト。これね、テキストね、開いたんですけど、何が書いてるかわかんなかったです。すげえ難しかったです。マジかよと思いました、これ。はい。それから、ファイナルシャルプランナーですね。今やってますね。お客さんのライフプランやニーズに合わせ、お金に関する障害計画、貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続などの立ててアドバイスをします。ということで、これはね、今やってるからわかりますよね。はい。次。これ意外に知らない DC プランナーって言いますね。企業年金総合プランナーっていうのがあるみたいです。DC とは確定拠出年金のこと。年金制度の、専門的な知識だけでなく、投資やライフプランについて知識を持ち、年金制度を支えるプロフェッショナルです。でもファイナルシャルプランナーでチラッと出たかもしれないな、これ。この DC プランナーのことは。これはこれで専門ですもんね。年金の専門のことですね。ということで、あとね、なんかそれ以外でもありましたよ。この、マネージャーみたいなやつがありました。証券、マネージャーだったかな？そういう資格もありましたね。見に行ったら。もうちょっと偉い感じでしたね。偉い感じ？うん。アドバイザーじゃなかった。なんかありましたね、一個。はい。では次行きますよ。さあ、出てきました。この試験。証券外務員試験の概要を言います。まず、この試験ですけども、一種。さっき言ったデリバティブとか先物とかのやる方ね。一種外務員試験。受験資格は年齢制限も何もいりません。試験方式は PC、パソコンでやります。受験料
めちゃくちゃ高いです。13,860 円だって。試験時間めちゃくちゃ長いじゃないですか。2時間40分。試験会場。全国の主要都市に設置されている試験会場。まあ、パソコン教室とかですね。入力とかですもんね。まあ、申し込みの方はいいですね。試験終了。合格発表がもう試験当日に出ちゃうんですね。そうそう。あれですもんね。パソコンで、丸×70問と、5択方式30問で、全部で100問あるんですよ。そう。で、配点があるんですけど、丸×の方は1個2点で140点です。で、5択の方が30点で、30問で、1問10点。2択は5点となってるので、結局丸×の方が140点だから、全部で合計満点が440点だから、5択の方が圧倒的に多いですね。で、合計100問で440点満点で、70点以上の合格、308点以上が合格となりますということですね。これだけ見ると、ちょっとファイナルシャルプランナーより難しそうですよね。はい。難しそうです。高いしね。なんか、需要と供給が合ってないのかな。変で 13,800 って異常に高いですよね。はい。さて、次。出題範囲です。証券外務員試験の出題範囲ということで、3つに分かれています。一種でも二種でも一緒。まず、関連、科目、予想配点102点ということで、ここでは、証券外務員として、金融の知識を得るために、証券市場の基礎知識と関連科目、株式会社法概論、経済金融財政の常識、財務諸表と企業分析、証券税制、セールス業務を学びます。また、金融市場全体像や証券市場の役割なども含まれます。なんか楽しそうじゃないです俺だけ楽しそう。金融市場があってお金を融通するところ、マーケットがどういうことなのかかな。直接金融、株式や債券があって、はい。なんだこれ。金融市場ってこうやって回ってんだよっていうことですよね、これ。はい。下何これ。下、ちょっと見ますね。見るからに難しそう。確かに難しいかもしれないですね。楽しそうって思ったらなんか、ジャンルが、ちょっとやっぱ法律が多そうですよね。はい。金融取引法みたいな。法律が多いのかな。ちょっと下の読みにくいので、ちょっとここ読みますね。なんだこれ。どこだ？GD、あれ？これか。GDP、下に書いてあるこうね。ちょっと読みにくいんだ。国内総生産や景気動向指数、日銀、短観など、ニュースでもよく耳にする経済、金融、財政の常識もここで学びます。そういうことね。ニュースでよくやるやつってことね。はい。はい。次行きますよ。やっぱり出てきましたね。法令とか、諸規則。法令の中には、金融商品取引法及び関係法令と、金融商品の勧誘、販売の、関係する法律があります。やっぱそうですよね。こういう法律を販売したり、商品を販売したり、契約したりする際に関わる法律。消費者契約法とかありますよね。で、こっちが
有価証券取引に幅広く関わる法律。守ってくださいよって書いてますね。金融商品取引法。金融商品に関わる人たち。こちらの方、下ね、読みますと、金融商品取引法は、有価証券取引に幅広く関わる法律です。はいはい。よく聞きますね。金融商品取引法は。ほとんどの有価証券や一定のデリバティブ、取引が対象。それから、株式を売り出す企業や金融商品取引業者、取引所などで守らなければならないことが定められていますということですね。それからこっち、右側の方ですね。金融商品の勧誘、販売に関係する法律には、金融サービス提供法。なるほど。消費者契約法。これクーリングオフとかでしか聞いたことないですけど。があり、商品を販売したり契約したりする際に関わってくる法律です。個人情報保護法と犯罪収益移転防止法についても学びます。何これ？犯罪収益移転防止法って何これ？仮想通貨とかで利益もらったら、飛んでっちゃダメとか。わかんない、これ。すごいな、これ、法律が。はい。次行きますよ。諸規則。シメディ、マネーロンダリングですかね。かもしんないですね。はい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 。諸規則。そして諸規則には日本証券業協会の、協会定款諸規則と、金融商品取引所の取引所定款諸規則があります。日本証券業界の定款諸規則。みんな守ってくださいねとかいうやつ。いや、これ読んだことねえわ。なんか、もしかすると SBI 証券とか一応株の時に定期的にこういう定款読めよってなんか来ません？有価証券とか買った時に、1年に1回とか定期的に来ますよね。これ、チェック入れて読みましたとかやるやつ。細かいやつかな？すげえ字細かいやつありますよね。あれかな？なんかそんな気がしてきました。いやー、怖いな、なんか。企業などが発行する有価証券が、取引所に上場するための規定ということね。上場するための規定も学ぶんだ。上場したいからこれを守ってねってやつね。お願いね。すごいですね、これ。企業が上場する仕組みまで学ぶんですね。最初はマザーズから言ってくださいね、じゃないですもん。なんか、あるんですね。企業の規模とか、ルールで。あるんでしょうね、きっと。はい。ちょっと、興味のあるとこもあります。それから今度は、商品業務。一番配点が大きいんですって、ここが。242点もある。半分以上じゃないですか。ここ400点ですもんね。400点中242点がこれですね。商品業務ですって。ここでは、株式業務と債券業務、投資信託及び、投資法人に関する業務に関わる業務を学びます。株式や債券または投資信託を売買するための取引の方法を学びます。ここがメインなんですね。やっぱり、そうなんだ。どんな種類があるの？どうやって注文するのって書いてありますね。へー。ここでも興味があるとこですよね。お金の勉強する人は。はい。付随業務。それに関連する業務として付随業務というのがあります。これも証券会社が金融商品取引業を営むために欠かせない業務です。例えば、顧客に有価証券に関する情報を提供または助言することも付随業務に当たります。
そうなんです。付随業務で、こう書いてありますね。株価が上がってるね。はい。で、この人が、資格持ってる人かな。A 社は近年、画期的なロボットの開発により、利益を伸ばしているんですよって言ってます。こんな、YouTube でみんな言ってるじゃないですか。面白。イーロン・マスクがねーとかって言いそうですね。はい。ここが多いんですね。出た。もうなんか、デリバティブ取引。そして、1種や2種で学ぶ内容に加えて、信用取引やデリバティブ取引も加わります。なんかもう CFD も出てきそうだな、これ。これらの取引には、規則、期限が設けられていたり、証拠金が必要であったりなど特徴があります。いや、ここ大好きですよ。学びたいとこじゃないですか、ちょうど。先物の期限とかもありますよね。これ信用取引証拠金、債券業務、これいろいろあるわけですね。はい。ということですね。で、このデリバティブ商品っていうのもあるみたいですね。これみんな学びたいんじゃないですか？あ、でも法律か。ルールか。やり方だけじゃなくって、ルール違反とかも学ぶんですよね。きっと。バックアデーションとか、ああいうのも学ぶのかな。はい。おっと、5番。金融商品取引業基礎試験ということで、なんだこれ。近年、金融業は暗号資産関連店頭デリバティブ取引や、電子記録転移有価証券表示権利等に関する業務など、第一種金融商品取引業の多元化が進んでいます。あ、そういうことね。だから、従来のこの、証券外務員以外でも新しくできたもので、プラスこの基礎試験っていうのもいるんだ。金融商品取引業基礎試験だって。暗号資産なんて確かにわからないですもんね。金融商品取引業基礎試験は、これらの新たな業務や、第一金融商品取引業に関する基礎的な知識を取得することが目的ということですね。で、外務員がこの金融業務で職務を行うためには、1種及び2種の外務員資格試験に合格する。何これ？じゃあ、この1種か2種合格して、さらにこれを取ったら、暗号資産とかを説明してもいいよって話ですか、これ。いやー、これはすごいね。試験が、資格がいらないと、まず、年齢制限ないと。検定料が5500円。それから、出題が、証券市場の基礎知識、金融商品取引所、同じですね、これは。あれ？同じですね、これ、出題項目が。同じでした。でも、あれかな、やっぱり暗号資産とかそういう別のものが入ってくるんですかね。出題が、丸バス方式と、同じですね、これ。50問、70分。140点で何これ。合格が7割。7割合格は一緒ですね。だから、3分の1ぐらいか、さっきの外務員の試験のボリューム的には。ということみたいですね。オプションですって。はい。ということで、ここまで聞いてると、めちゃくちゃ難しい感じもするわけですけど、どうしようかな。わからないですね。やろうかな。どうしようかな。じゃあ最後に、問題があるので、ちょっとその問題を一緒にやってみましょうね。時間がちょっと今押してきてしまったので、トレードのことについてちょっと今日の、マーケットを見て、最後、この問題についてね、ちらっと出てたので、出したいと思います。はい。
いやー、これ、大変なのかな？逆にこれ、素人の人が持ってないのかな？はい。本屋さんに行った時に、少なかったんですよ。圧倒的にファイナルシャルプランナーの方が本棚に多かったです。だからこれきっと、銀行員とか、保険会社の人いるのかな？証券会社の人が、社員が持っている、しかも社員でも事務員さんとか事務員さんで持っていいかわかんないけど、実際に株を、投資信託とかを扱う人が、パソコンで操作する人実務をしている人が持っている免許な気がしてきましたね。だから、ちょっとさっき言った投資ごっこさんは前は、証券会社に勤めてた方かもしれないですよね。投資塾のゆうさんとかどうなんだろう。あの人もお花、難しい。証券マンは持っているのですね。と思いますけどね。はい。はい。では、ちょっとここで、一旦、マーケットのことをちょっと話しますね。はい。じゃあ今日の、久しぶり、相場の方をちょっと見ていきましょう。はい。だからこういうのも、多分、あれなんですかね。こういうマーケットとか話をするのも、できれば、資格を持ってた方がいいんですかね。でも法律だもんな。テクニカルとかもあんまり関係ない気もするけど。はい。はい。ドル円の方ですけども、130円まで一旦、だいぶね、円高でしたけど、ちょっと戻しましたね。ただ、動きはまだ全然緩やかだと思います。今日、FX はほとんど緩やかだと思います。動きがそんなにないです。はい。ただ、ドル円の方はずっと130近辺にね、今週ずっといるような動きをしています。はい。日経見ましょう。日経、今週すごかったですね。一回下がったのに、この2日3日でぐぐっと持ち直して、あっという間に25,000台から27,300まで持ってきましたね。今日動き少なかったですけど、これでもキープしましたね。はい。という、日経の方はね、27,300っていうことで、持ち直してる状態であります。スタートしたアメリカを見てみましょう。はい。アメリカ11時半にスタートしました。昨日がすごい落としましたよね。2% 近くナスダックも落ちたりとかしてましたけど、今日、反発しております。ナスダックも反発してます。どちらかというと SP500 がそうでもない。ただ4000はキープしてくれています。はい。4031っていうとこですね。先物も今日は1日上がって、てか戻してるっていう状態。なんとかこの4000をキープしてほしいです。本当にもう、まだぐずぐずしてますよね、このあたりを。SP500 も。2年債の方が 4.17 ということで、また4に戻ってきちゃいました。4.1 に。10年債が 3.48 ということですね。はい。まだまだ。でもこれ今この金利2年債の 4.17 っていうのは、見てる限りで、そうですね。まだ、もうちょっと高くなってくるんじゃないかなって気もします。はい。みんな言ってるのは 4.75。2年債が 4.75？ 10年債の方は4まではないか。3.7 ぐらいか。75か。このあたりぐらいだと思いますね。はい。はい。その次。近隣のとこ見てみましょう。中国、香港。今日お休みだったですね。ずーっとなんか今春節ですか？中国お正月かなんかですよね。で、ベトナムもね、ずっと休みなんですよ。ここ、隣接してるんですかね。
1週間ぐらい休みです。はい。ですが、香港は今日、すごいですね。香港もう22,000ですよ。あれよあれよっていう間に、スルスルスルーっと上がってきました。ちょっと香港見ますかね。多分、香港の冷やし見るとわかると思います。やっぱり、すごいですね、香港は。ここまで上がってきましたよ。まあ、最低がここ14,000。これひどいですけど、10月の、10月の終わりか。14,600。これもひどいですけど。見てください。いやー、V 字回復ですね、これ。すごいですね、香港は。最近本当に中国の都市、深センとかハイテク関係もいいですよね。テンセントとかも。はい。22,000まで来ました。もう僕ここにレジサポラインというか、水平線抜けちゃいましたもんね。ここ、今ちょうど、これですね。22,000、今ちょっと止まってますね。ここ抜けたらまた次ここだもんな。次抜けたら25,000までないですよ。ここにあるか。23,000があるか。いやー、すごいですね、香港も。で、中国がこの間に、春節、正月が終わったらどうなるかですね。いつもでも正月の時ピークいいですけど、ここから一回下がってくる時もありますけどね。はい。という中国、インドも今ちょっと揉み合ってる状態です。それからヨーロッパの方ですけども、あんまり動きはないです。ただ、高いです、位置は。だってドイツもダックス15,000ありますもん。はい。イギリスもまだ7,700って高いですね、この位置も。はい。ユーロも4,100ですから、かなり高い位置にいます。このあたりも持ってる人はスルスルスルっと CFD とかやってる人は儲けたんじゃないですかね。と思います。ちなみに僕はインドとベトナムは今まだ持ってます。インドネシアも持ってます。はい。南アフリカも持ってます。南アフリカでついにね、プラテンしました、僕も。ずーっと持ってたんですけど、はい。南アフリカ見てみましょうか。久しぶりに。南アフリカ、なかなか見ないですよね。これかな？はい。これですね。南アフリカの冷やしのチャートになります。こう見ていただくとわかりますけど、南アフリカもここから、これがね、一番下がね、10月の25日、ここが36っていうところから、スル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 と、一回ここ、40まで落としたんですけど、ね、復活してきました。ね、たまーに、アメリカの相場ではまだ復活してないですけど、国によってはね、だいぶ上昇トレンドに転換してきている国もあります。どこだったっけ？ブラジルもちょっと見ますか。せっかくなので。ブラジルもどうでしょうか。はい。こちらの方もブラジル、EWZ、ブラジルになりますけど、見てください。日足でダブルボトムをしている形状が見えますね。ここに。はい。ダブルボトムからの、ネックラインからの、今ネックラインのそこから上がってきてる。上昇トレンドになってきてるんではないかなと思います。ただ、ブラジルの場合とかはね、その農業系のコーヒーとかああいうものに対して、ありますので、収穫とかそういうのもありますので、一概に、工業だけで見れるわけではないわけなんですけども、はい。まあでも、はい。いい位置ですね。これ下がってきたところ、もう一回ちょっと下がってきたところで買うのも、ブラジルは僕はありなんじゃないかなと思います。こういう上昇トレンドの見える形状はいくつか見えますね。平均線からも上だし、売買高はちょっと少ないのが気になりますけど、もう一回落としてきたら面白いと思います。はい。ということで、あと SP500 のヒートマップを見てみましょう。今日のヒートマップです。おっと、テスラが今日引っ張ってる。これだな。
すごいですね。1日で今日 10% 上がってますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。テスラはもしかしたらあれ決算かなんかありましたない？ちょっとテスラ見てみましょう。あ、やっぱり決算ですね、これ。決算が、収益はプラス。それから、売上はちょっとショート。決算が出たんですね。でも、プラスに働いてますね。あ、でも次回の売上が収益悪いな。だけど多分、あれですね。材料出し尽くし、テスラってずっとここ12月からずーっと下がってましたよね。材料出し尽くしだったのかな。はい。かなり落とされてましたよね。ちょっと数字だけで見てるだけなので、この決算は別にそんなにめちゃくちゃ悪くはないです。サプライズもそんなに、マイナスでもちょっとショートしただけなので、もうその前からかなり売られてたので、テスラは。で、反発したのかもしれません。ただ今日は、ポーンと時間外で上がって、今落としてます。多分利確してる人がいるかもしれません。はい。そんな動きをしています。はい。テスラがこれ 10% 上がってたので、決算でしたね。あと、目立った大型株、まあまあみんなプラスですね。NVIDIA もまあまあいいですね。はい。エネルギーもいいですね。はい。そんな感じです。あとはくすんでますね。大型株が引っ張ってるので、今日、ナスダック特にプラスしてるんじゃないでしょうか。はい。いいですね。はい。そんな感じです。あ、しまった。あれ忘れた。コモディティ忘れてた。あとコモディティ見ましょう。ゴールドがすごい上がってきてたんですけど、はい。ゴールドがですね、1932なので、1900のところから抜けて上昇トレンドだったと思われます。シルバーも23あたりをサポートとして上昇トレンドに入ってる感じです。ただ、ちょっとゴールド、シルバーは上昇してますけど、プラチナパラジウムがこんだけ下がってるので、どうでしょうか？ちょっと、わかんないですね。今後ゴールドがこのまま2000に向かっていけるかはちょっとは今わからないです。で、銅が今、なんか、需要が高いんですかね。ちょっと調子がいいような、動きをしてます。銅が。はい。原油は、いろいろもみ合ってますけど、80のあたりうろうろしてます。天然ガスすごいですね。見ない間に 2.71 ですよ。これすごい低いね。もう読めないね。これちょっとごめんなさい。天然ガスすごいですね、これ。こうやってると、お金の勉強全然できんね。チャート見てるの好きだから。これすごいな。ちょっと週にしますね。天然ガスの、これ週足です。うわー、これ見てください。今、この位置。2.7 ですよね。これどこに当たるの？いや、もう、2021年の3月以来ですよ。すげえ低い、これ。めちゃくちゃ売られてます。めちゃくちゃ売られてますよ。これすごいね。なんか、僕ここ落ち着くと思ったんですけどね、この、ここ 3.5 あたりでもう止まると思ったら、止まらずに抜けちゃいましたね、ストーンって。真っ赤っかですもんね、みんな。売りまくってますね。これはやられてる人すごい。これもう売りが売り呼んでる状態ですよ、今。これ、もうめちゃくちゃ売られてます、今。ちょっと、1分足見ましょうか。久しぶりに。遊んでますね、もう。めちゃくちゃ、今反発してますね。
これ、天然ガスの1分です。さすがにこのさっきめちゃくちゃ売られたので今反発しましたね。はい。すげえ売られてたもんな。この12時台、12時ジャストの時。あ、また下がっちゃった。これ抜けたらまた抜けますよ、ここ。もしこれ下がったら、ベーンって抜けますよ。これ、東雲さんと昔1分足で見て楽しんでた。これ思い出しちゃった。これ眺めちゃうな、俺。来た。次の1分いっちゃった。これ、落とすぞ、これ。落とすぞ。抜けるぞ、これ。ここみんなロスカット置いてるぞ、絶対。ここ。これ、注目です。落とす。ストーンと行くよ、これ。すいません。ちょうど落としそうなとこにいるので。ここ絶対みんなロスカット引いてますよ。2.7、ちょうど切り板だし、2.70 ですから。2.7 切ったら、ズドーンといきます。一言じゃないですけど。これ俺トレードしてたらもうハラハラしてますね、ここ。置いてる人多いと思いますよ、2.7 に。ロスカットを。はい。今2.702 ですね。こんなことやってていいのかな次の1分いっちゃいました。キープしてるか、ここ。この線を。上がっちゃうかな？踏ん張ったかな？踏ん張ってますね。皆さん、しめじさんとかあんま見ないですよね。1分足とか見ます見ないでかこれ。遊びで見ちゃいます。24時間ライブの方では、1分足もたまに出してますけどね。はい。ちょっと、これずっと見てると、あれですね。ここ、下がってくるかわからないので、すいません。今ちょうど面白いところかなと思ったんですけど、ちょっと改正力が出てきましたので、はい。これぐらいにしたいと思います。下がった。やめた。やめた。はい。すいません。じゃあ、最後にですね、ちょっともう眠くなっちゃうと思うんですが、さっきの試験の方ね、試験の問題の方、見てみたいと思います。はい。得点力が高まる。1、分足見たら何もできないですね。すいません。そうですよね。そう。もう、見ちゃうとね、見ちゃうんでね。はい。はい。一分足ほんとただ見てるだけって感じですね。はい。じゃあ行きますよ。早速。ちょっとチャレンジしてみましょう。これ、ダメ元ですよ。ダメ元。いきますよ。問題読みます。問1。次の文章は、証券市場の仕組みの記述である。それぞれの括弧に当てはまる語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか一つ選びなさい。いきます。証券市場は、証券の発行を見て、最終的には市場で流通させるという観点から見て、何々と何々に分けることができる。これ下に語群がありますんでね。はい。二つに分けると。で、いは、投資者が企業などの発行者が発行する証券を直接取得する市場である。なんだこれ？発行市場って書いてあるじゃんね。次、ロは、すでに発行された証券が第一次投資者から第二、第三と投資者を点々と取得される市場である。うん。はい。ぐるぐる流通してるってことですね。次、イとロの両者は、市場として役割などの違いはあるが、お花さんじゃない、関係にある。なんだこれ？丸一番。いが、見えますか皆さん、見えますかね？いが発行市場。ロが流通市場。
はが密接。2番が、いが発行市場。ろが流通市場。はが同種、3番。いが流通市場。ろが発行し、ちょっと見えないな、俺。発行市場。はが密接。4番。いが発行市場。ろが外国市場。はが相対。さあ、1、2、3、4のうちどれでしょうかっていうところで。わかりますか皆さんどうですか？ちょっとトライしてみますか ?1 番、2番、3番で。僕はこれ、もう、色は確定、これは確定だな。は、密接だよな。はい。僕は1番かなと思うんですけど、どうでしょうか。もう、しめじさんとお花さん寝ちゃいました。見えますか？難しいですかこれ。どうでしょうか。もう、答え合わせして終わりますけど。寝ちゃったかな。今日シメディ、難しい。ああ、そうですか。なんか国語の問題っぽかったですけどね。はい。僕は1番で、もう国語の問題で言っちゃいました。はい。お花さんはどうですか？お花です。はてなです。あれはてなでいいんですか？はい。じゃあ答え見てきますね。正しいのは1。お！合ってた。はい。証券市場には、証券を発行して最終的には市場で流通させるという観点から見て、発行市場と流通市場に分けることができる。発行市場は投資者が、企業など発行者が発行する証券を直接取得する市場である。流通市場はすでに発行された証券が、次の第2次3位で点々と流通しているということでね、取得される市場であると。発行市場と流通市場は市場によって役割に違いがあるが密接な関係にある。これすいません。なんかちょっと国語的な問題だったので、なんか読み取っちゃったっていうか、そんな感じでやっちゃいました。たまたまだと思いますけどね。さて、問題はこの後ですね。これを、YouTube でやろうかどうかっていうとこなんですけど、まず、ちょっと結論から言うと、土曜日のファイナルシャルプランナーのやつは優先的にやっていきたいんですよ。あれは、だってもう32回あるんですね。まだ2回終わったばっかです。はい。だから土曜日、32回あるから、普通にやっても8ヶ月かかるんですね、あれ。8ヶ月。で、その後に、これをやるかどうかを、その後決めていきたいなと。で、たまに、ちょっと、これ、結果買ったので、スポットでどっかに入れて、勉強できるものとかがあれば、スポットで入れてみようかなと思います。っていうのは特に、デリバティブ商品とか、投資助言とか。先が長いですね。長いっす。はい。あれ、長かったです。ファイナルシャルプランナー長いっす。なので、まあ、最初に言うと、最短で資格を取るためにやってるわけじゃないじゃないですか。一緒にこう、お金の勉強とか、株式の勉強とかをする中で、こういう資格の勉強もあるよっていうことなんで、私たちが目指してるものって、短期間で詰め込んで、記憶して合格させるっていうやつじゃないので、こうやってお金の勉強することで、どんどん自分の、トレードであったり、金融の仕組みであったりっていうのを、まあ、楽しく勉強したいっていうのが
一番の目的ですので、だから、合格しなくてもいいんですよ、これ。はい。こんな言い方、あれですけど。だから、なんか、ファイナルシャプランナーの後にやれたらやってもいいかなって思って。で、ファイナルシャプランナーも、3級の次2級があって、実際ちょっとまだ問題集見てないですけど、なんか、この外務員がもし、内容が面白そうなものをちょっと、ピックアップして、たまに入れてもいいかなって思いました。だから、まあ、順序立ててやるのはちょっと難しいかもしれないので、どうかわかんないですけど、この中でも、やっぱりデリバティブ商品とか、なんていうのかな、債券の仕組みとか、なんか、お金の勉強にすごく、あるものっていうのをちょっと探して、スポットで入れてもいいかなと思いました。うん。ちょっと大変かもしれない。法律ギトギトじゃなくてね、そういうことで、絶対こういう、プラスになることをね、何か、そのマネーロンダリングもそうですけどね。はい。聞いたことある言葉とか、そういうのが一体どういうものなのかとかね。そういうものをこう、ちょっと提供できたらな、なんて思います。はい。いかがだったでしょうか？ちょっと今日難しいお話も多かったですけど、またね、土曜日は、第3回、ファイナルシャルプランナーの第3回目になります。はい。それから、来週の木曜日は、またちょっと積み立て投資のことについて話をしようかなと思っております。今最近ちょっと、僕の方でも投資してる商品があるんだけど、なかなか値動きを見なかったりするので、積み立て投資ってやっぱり値動き見ないことも多いと思うんですよ、みんな。で、その弱点というかも、ちょっと調べて、見たいなと思う。トレードの場合はね、売ったり買ったりするのトレンドなんですけど、積み立て投資って基本売らないので、売らないと値動き見ないじゃないですか。でそれによるなんか弊害というか、そういったものもなんか資料を出して話できたらななんて思っております。はい。すいません。長くなりましたね、今日も。ありがとうございます。今日なかなか難しいお話だったかしれませんけど、絶対面白くなることもあると思いますんでね。はい。また、機会があったらね、紹介していきたいなと思います。はい。じゃあ、また木曜日、土曜日ですね。ライブの方を楽しく行いたいと思いますので、一緒に学んでください。はい。それでは今日はありがとうございました。失礼いたします。